ごめんなさい。人混みを歩くと驚かれることがあります。お願いします。ウーバー配達員の阿部松レオンさん28歳。自分の意思に反して声や手足の動きが出てしまうチックの症状が重いトゥレット症という難病と闘っています。およそ15秒に1回は突然声が出てしまいます。配達の商品を受け取る際には迷惑にならないようなるべく店の外で待っています。はい、ウーバーです。配達の際はできる限り丁寧に、不快な思いをさせないようレオンさんなりの気遣いです。こちらになります。ありがとうございます。どうもです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、でもちょっと声は響いて聞こえてきはしましたけど、でもその事前のお知らせがあったので、ああってなったぐらいです。ありがとうございます。頑張ります。頑張ってください。事前のお知らせとは、レオンさんが配達前、お客さんに送るメッセージのこと。自分はチックという病気があり、突然体の動きや声が出てしまうことを説明しているのです。何度も前って言ってくる人もいるんで、まあそういう時はもうイヤホンで蓋して聞かないようにする。で、目は伏し目がちで歩くっていうのがもう自分の中で多分こうなっちゃうんですよね。先月下旬、レオンさんが訪れたのはトゥレット症の当事者が悩みや情報を共有する交流会。行動療法とかハビットリバーサルとか、聞いたことある方って、それぞれさまざまな症状に悩まされていることがわかります。実は私の考えですけども、もう20年近く症状と闘うこちらの女性は、自分のことを殴るのと、あとは手足はビクビクってなるのと、あとは声、なんか変な声とか変な言葉とかキャーとか。これは症状が特にひどかったという16歳の時の映像です。突然声が出たり首が動いてしまったり、じっとしていることができませんでした。日常生活でこんなことを困ったことがあるとかありますか？普通に生きるのに困ります。飛行機とかもしんどかったり、あと美容院とか地獄ですね。なんか動けないじゃないですか。体の前でバッグを抱えるようにして持つこちらの男性も重い症状に悩まされています。迷惑かけないように手を縛ってますので、それ手を縛ってるんですよ、こっち実は。手が出ないように自分なりにこうしてるんですね。手がこう出ちゃいますから、手を縛ってる。はい、縛って手を動かないように固定してるんです。で車でもシートベルトでこう手を巻いて、ガラスを叩かないように手をこう巻いて固定をするんです。手が動いてしまうのを抑えられないため、バッグのベルトを巻きつけている男性。中国に渡って中国で医療をいろいろな中医学で治療してみたり、針も打ちましたし、漢方も飲みました。でそれで最終的に良くならなかったので DBS の手術をしました。 DBS は脳に電極を植え込み
刺激を与えることで症状の軽減を図る手術。しかし効果はあまりありませんでした。ここに電池があるんですけれども、3年で止まっちゃうんですが、ね、でもう止まった状態です。再手術をして取り出すよりもそのままに残してる方が体に負担がかからないっていう決断だったんです。彼らの大きな壁は社会で働くこと。レオンさんの友人酒井隆成さんも就職で悩む一人です。やっぱりこう就職活動してる時って面接があると思うんですけど、面接してる最中にもこうやって体動いちゃいますし、日本の仕事って静かにできることを前提にこうされてる場合っていうのが多くて、そういうところでどうしても静かにできないんだ、じゃあちょっとみたいな対応をされてしまうことがあるので。こんにちは。お願いします。お願いします。神奈川県で一人暮らしをしている酒井さん。はい。3月に大学を卒業しましたが、就職はできていません。趣味はパソコンでイラストを描くことですが、ちょっとね準備運動からで大丈夫ですか？ペンを持つ手が震えてしまい、なかなか思うように進みません。なかなか体が動いちゃうので、いつもこうやって沈めながら書ける時に書けるタイミングでね書くようにしてるんですけど、趣味をするにも一苦労って感じですね。1本3500円のペンは2年間で30本以上が壊れてしまったといいます。体が勝手に動いてしまう悩みは食事をする時にも。おっとっと危ない。折れちゃいましたねやっぱ食べてる最中にこう箸が折れてしまうので、なかなか困りますよね、こういうのは。食器は落としても割らないようにとプラスチック製のものを使うようにしています。酒井さんに症状が出始めたのは小学2年生の頃。いじめやからかいの対象になったこともありました。先生になんていうんですかね、みんなは静かに授業を受けたいんだからちょっと静かにしてもらえるかみたいな感じで、当たり前のことではあるんですけど、その当たり前のねことがなかなかこうできないっていうのがもどかしいし、やっぱ悔しい。これなんかはね、大学で学んだ心理学を仕事でも生かそうと医療や福祉業界を目指して就職活動を続ける酒井さん。エントリーシートをパソコンで打ち込もうとしますが、自分の体やパソコンを叩いてしまい時間がかかってしまいます。体が勝手に動いたり勝手に声が出てしまう症状があります。人に危害を加えたりだとか、物を破損することはありません。周りの方を驚かせてしまうので、同じ部署で働く方々に病気の周知とデスクの位置の調整をしていただきたいです。できるだけ相手に、マイナスな伝わり方をしないように、心がけているんですけど、こう細かく伝えようと思えば、伝えようと思うほどこう不安を煽るような文章になってしまうので、そこら辺の兼ね合いっていうんですかね、バランスというか、どこまで伝えるべきなのかっていうのがすごく難しくて、
リクルートスーツに身を固めた酒井さん。この日向かう先はハローワークです。よし、じゃあ行きますか。前回の面接の結果がねまだ届いていないので、まだ届いてないんですけど、また次の仕事どんなのがあるかを探しに行こうと思ってます。前例がないって言われてしまうんですよね。同じ病気持った人でどういうところで働いている方がいますかっていうふうに聞いても、全部手探り状態。仕事は見つかるのでしょうか。お疲れ様でした。どうでしたか。ちょっと今回はね、あんまりいい求人がちょっと見つからなかったですね。だいぶ疲れてますね。そうですね。ちょっと忙しくてなかなかね。いやー、答えますね。こう毎日こう動き回ってね、就職活動だったりいろいろやってはいるんですけど、まあ始まったばっかとはいえなかなかこうね成果が出ずって感じなので結構答えてますね。この日は仕事を紹介してもらえませんでした。それでも酒井さんが諦めないのにはある理由が。後続に道を作る意味でも今やってる就職活動を絶対に成功させてこう内定もらわなきゃなっていうふうに思ってて、負けられない、絶対に負けられない戦いですね。負けられない戦いはこちらにも。ウーバー配達員のレオンさん。営業終わりの日本料理店にその姿はありました。お客さんの前に出るのはあんま良くないなってことで、締め作業だけこっちでさせてもらってます。飲食店いつかやりたいという夢があったんで、なのでやっぱり少しでもこの飲食の業界にお片付けでもいいし、携われることが意味があるのかなって思ってて。目の前には厳しい現実が。それでも同じ病気に悩む人が気軽に楽しめる店を作りたい。少しずつでも前に進むレオンさんです。日本で生きるみんながチック症、トゥレット症候群っていう病気を認知して、で受け入れてくれることが僕のゴールですね。